科学的に正しい脳を生かす問いのコツ結果を出す人はどんな質問をしているのかという本は、私たちが日々の生活や仕事で行う質問がどれだけ大切かを解説した一冊です。人は誰でも何かに対してなぜやどうしてと問いかけますが、その質問の質が結果に大きな影響を与えることを知っているでしょうか？この本では、科学的な視点から問いの力を生かす方法が紹介されています。まず、私たちは無意識のうちに毎日何千もの問いを自分自身や周囲に投げかけています。しかし、その多くは漠然とした問いや解決につながらない問いであることが多いです。この本の重要なポイントは、問いの質が私たちの脳の働きに直接影響し、結果を大きく左右するということです。質の高い問いを持つことで、脳が適切な解決策を見つけ出し、より効果的な結果を引き出すことができるというのです。著者は、まず質問のフレームについて解説しています。多くの人が、何か問題が発生した際になぜうまくいかないのかという問いを持ちますが、この問いかけ方は脳にとってあまり良くない影響を与えると言います。脳はネガティブな問いに対してネガティブな答えを返しがちで、解決策を見つけるよりも、失敗や原因に固執してしまうのです。そのため、質問をどうすればうまくいくかとポジティブに変換することが、結果を出すために非常に重要です。この問いの変換によって、私たちは失敗を分析するのではなく、成功のための行動を具体的に考えることができるようになります。なぜの問いが脳を過去に向かわせるのに対して、どうすればという問いは脳を未来へと向かわせ、創造的で前向きな思考を引き出すのです。これは、特にビジネスや学習において重要なポイントであり、より成果を上げるための第一歩となります。次に著者が挙げているのが、クリティカルシンキングです。クリティカルシンキングとは、問題を多角的に捉え、深く分析する思考法のことを指します。この本では、クリティカルシンキングを高めるためには良い質問が欠かせないとされています。単に事実を確認するだけではなく、疑問を持ち、それを深掘りすることで、隠れた問題点や新たな解決策が見えてくるのです。例えば、ビジネスの現場では、現状の分析だけでなく、なぜこれが必要なのかといった根本的な問いを持つことが重要です。この問いによって、無駄な作業を減らし、本当にやるべきことに集中することができるようになります。著者は、クリティカルシンキングを高めるために必要な質問の具体例をいくつも紹介しており、それを日常にどのように取り入れるかも解説しています。また、脳の仕組みを理解した質問の作り方についても詳しく解説されています。脳は、答えを出すために非常に多くのエネルギーを使います。そのため、脳に余計な負担をかけないためには、質問をシンプルかつ明確にすることが大切です。複雑で曖昧な問いを投げかけると、脳は混乱し、正しい解決策を見つけ出すことができません。逆に、シンプルで具体的な問いを持つことで、脳はスムーズに答えを導き出すことができるのです。この部分では、例えば今日はどうやって問題を解決しようという広すぎる質問ではなく、この問題を解決するために最初にすべきことは何かという具体的な質問が効果的だとされています。質問を分解し、段階的に考えることで、脳はエネルギーを無駄にすることなく、効率的に解決策を導くことができるのです。次に反復練習とフィードバックの重要性についても触れられています。良い質問をする能力は、一度身につけただけで完璧になるものではありません。繰り返し練習し、フィードバックを得ることで徐々に向上していくのです。この本では、どのようにして質問力を鍛えるか、実践的な方法が紹介されています。例えば、日常的に自分や他人に問いを投げかけ、それに対する答えや反応を観察することが有効です。また、フィードバックを受けることで、自分の質問が相手にどのような影響を与えているかを確認することも重要です。質問の精度を高めるためには、相手の反応や結果をしっかりと観察し、次にどう改善できるかを考えるプロセスが欠かせません。これにより、質問力が向上し、より効果的に脳を活用することができるようになります。そして、この本で強調されているのが、好奇心を持ち続けることです。良い質問をするためには、常になぜという好奇心を持ち続けることが大切です。好奇心は、脳を活性化させ、柔軟な思考を促します。日常の中で、様々なことに対して疑問を持ち、それを解決するための質問を投げかけることで、脳はより創造的に働くようになります。特にビジネスや教育の分野では、好奇心を持って新しいアイデアや視点を見つけることが、革新や成功につながります。この本を通じて、私たちは好奇心の大切さと、それを日常生活にどう生かすかを学ぶことができます。好奇心が質問を生み、その質問が結果を導くプロセスを理解することが、
成功への鍵となるのです。さて、前半で述べたように、科学的に正しい脳を生かす問いのコツ結果を出す人は、どんな質問をしているのかは、脳の仕組みを理解しながら効果的な問いかけをすることで、より良い結果を導き出す方法を教えてくれる本です。ここからは、さらに深くこの本が持つ洞察と、日常生活でどのように応用できるかについて掘り下げていきましょう。まず、問いが導く選択の質についてです。人間は日々の生活の中で何千もの選択をして生きています。朝起きてから寝るまでの間に、私たちは無数の小さな決断を下し、その決断の積み重ねが人生の大きな方向を決めていくのです。しかし、私たちが行う選択の質は、その直前にどんな問いを投げかけるかによって大きく左右されます。著者はここで、問いこそが選択を導くナビゲーターであると述べています。つまり、私たちが自分自身にどんな問いを投げかけるかが、その後の選択に直結するということです。例えば、どうやってもっと効率的に仕事を終わらせるかという問いを持つのと、なぜ私はいつも時間が足りないのかという問いを持つのでは、全く違う結果が導き出されます。前者は前向きで解決策を探る問いである一方、後者はネガティブな原因探しに終始してしまうでしょう。さらに、本書ではオープンクエスチョンの力についても詳しく触れられています。オープンクエスチョンとは、簡単なはいやいやで答えられる質問ではなく、相手や自分自身に深い考えを促す問いのことです。例えば、このプロジェクトのゴールは何かやこの方法が最適でないとしたら、他にどんな選択肢があるかといった問いは、私たちに深く考える余地を与えてくれます。このようなオープンクエスチョンは、問題解決の場面で非常に有効です。なぜなら、単に結果だけを見るのではなく、その背後にあるプロセスや可能性に焦点を当てることができるからです。この本では、オープンクエスチョンの重要性とその具体的な使い方についても詳しく解説されています。質問の仕方一つで、私たちが得る答えが大きく変わるということを実感できるでしょう。次に、無意識の偏見を打破する問いについてです。人間は誰しも、無意識のうちに偏見や先入観を持ってしまうことがあります。これにより、正しい判断ができなかったり、偏った視点で物事を見てしまったりすることがよくあります。しかし、良い問いかけは、この無意識の偏見を打ち破る力を持っています。例えば、なぜこの方法しか選べないのかと問いかけるのではなく、他にどんな視点や選択肢があるのかと問い直すことで、新しい視点を得ることができます。このように、問い方を変えるだけで、私たちは自分が抱えている無意識の偏見に気づき、それを克服することができるのです。このプロセスは、特に新しいアイデアを生み出したり、革新を求める場面で大いに役立つでしょう。また、著者はフィードバックを元にした問いの改善についても強調しています。フィードバックを受けることで、自分の質問が適切であったかどうかを評価し、次にどう改善できるかを考えるプロセスが大切だと言います。例えば、ある問いが期待通りの答えを引き出せなかった場合、その問いの仕方や内容をどう変えればよいかをフィードバックから学ぶことができます。このように、良い質問をするためには、単に一度質問を投げかけるだけではなく、その結果を見て次にどう改善するかというフィードバックのプロセスが非常に重要なのです。質問力は一度で完成するものではなく、継続的な練習と改善によって磨かれていきます。最後に、感情を切り離した質問の大切さについて触れておきます。私たちが感情的になってしまうと、問いかけが適切でない場合があります。怒りや焦り、不安といった感情が絡むと、冷静な判断が難しくなり、結果として間違った問いをしてしまうことがあるのです。この本では、感情を切り離し、冷静な状態で質問をすることの重要性についても言及しています。感情に流されない問いかけをするためには、まず自分の感情に気づき、それをコントロールすることが必要です。感情に左右されない問いは、より客観的で的確な答えを引き出し、結果的に問題解決の質を高めます。このスキルは、ビジネスの場面だけでなく、日常生活でも大いに役立つでしょう。総じて、この本は問いというツールを使いこなすことで、脳のパフォーマンスを最大限に引き出し、結果を出すための具体的な方法を教えてくれる一冊です。私たちは無意識のうちに何気なく質問をしていますが、その質問の質が私たちの思考や行動、さらには成果にまで大きな影響を与えていることを改めて認識させてくれます。もし、この本の内容に興味が湧いたなら、ぜひ手に取って読んでみてください。質の高い問いを投げかけることで、あなたの思考や行動がどう変わるかを実感できるはずです。この本は、あなたがより良い選択をし、結果を出すための強力な武器となるでしょう。